フロイド・メイウェザー vs リッキー・ハットン。2007年に行われたこの試合は、38戦全勝のメイウェザーと48戦全勝ハットンの無敗同士の対決でした。イギリスの英雄であるハットンとパウンド・フォー・パウンドの呼び声の高いメイウェザー。米英対決の注目のビッグマッチで、1万6000席のチケットは発売からわずか1時間で完売し、前日計量にはなんと5000人ものファンが集まりました。互いに一歩も引かずやり合う姿に会場も大盛り上がりです。試合会場はハットンのアウェーであるラスベガスでしたが、ハットンを応援する歓声が圧倒的なほど、ハットンのファンの量と熱がある状況でした。試合が始まるとハットンの突進をメイウェザーがいなしていく展開になります。問題のシーンは6ラウンドに訪れます。ハットンがクリンチからメイウェザーをロープの外に出し、後頭部に追撃を加えます。メイウェザーは上半身がロープの外に出てお尻をリングに突き出している状態でした。ハットンが後頭部へのパンチで反則の減点を取られ、試合が再開されますが、ハットンは悪びれる様子もなくメイウェザーに向かってお尻を突き出しました。先ほどのメイウェザーの状態を真似したハットンの挑発。これにはメイウェザーも苦笑いです。ボクシングにおいて背中を向けるという行為は戦闘意志がないとみなされ、良くない行為ではあります。ハットンとしてはメイウェザーにも非があるとアピールしたかったのかもしれません。試合終盤になると体力の消耗を見せてきたハットンに対してメイウェザーが攻勢に転じます。細かいカウンターや下がりながらのビッグパンチを狙い、ハットンをスクールしていきます。そして10ラウンド、メイウェザーのハイライトの中でも有名なシーンが訪れます。メイウェザーは左フックを打ちながら突進してきたハットンに対して体をひねりながら左フックをジャストミートさせます。メイウェザーの左拳がヒットした後、ハットンの顔は上を向き、飛び込んできたままの勢いでコーナーポストに衝突。キャンバスに倒れ込みました。イギリスの英雄の衝撃的な光景に場内は騒然となります。なんとか立ち上がるものの、メイウェザーがラッシュをかけぐらつくとレフェリーがストップ。ハットンはダウンしタオル投入となりました。ヨハネ・セガ vs ジョー・ハーディング。2017年2月18日に行われたこの試合は、ナメプシでボコられた試合としてはかなり有名かもしれません。試合開始後、相手のパンチを見切りカウンターを当てたハーディングは、この試合は余裕だと思ったのか、試合中によそ見をしたり、ノーガードで相手の前に顔を近づけたりと、序盤から挑発を繰り返します。よそ見をした後に飛び蹴りをしたり、よそ見をしながら腰を振ったりなど、終始挑発を続けました。そして衝撃の瞬間が2ラウンドに訪れます。ハーディングがヨハネの前で横を向きタコ踊りを始めたのです。それにヨハネがすかさず左ハイキックを決め、ハーディングは失神。ヨハネが追撃のパウンドをお見舞いすると、レフェリーは急いで試合を止めました。大喜びするヨハネと全く動かないハーディング。ハーディングは意識朦朧のままケージを立ち去りました。完全に相手を舐め切ってからの失神 KO 負け。ハーディングにとっては戦績以上に痛い試合だったでしょう。井上尚弥 vs ワーリト・パレナス、ジェイミー・マクドネル。井上選手からは2試合まとめて紹介します。ワーリト・パレナス戦。2015年12月29日に行われたパレナス戦では、パレナスは試合開始早々、井上選手のコンビネーションをガードの上から受けますが、首を振りながらにやりと笑います。その後も、こんなものかというような動作で井上選手のパンチに首をかしげます。そして、三度井上選手がガードの上から打ち込むと、さらに首をかしげます。これには井上選手もにやりと笑い返します。この時、もしかしたらパレナスは押してはいけないスイッチを押したのかもしれません。
その後も大したことないアピールをするバレナス。バレナスのパンチをかわし、ジャブやカウンター、コンビネーションを当てていく井上選手。徐々にバレナスの余裕がなくなっていきます。そして2ラウンド、井上選手が離れ際に飛び込んでのフックをヒットさせます。ふらつき後退するバレナスに井上選手がラッシュをかけます。ガードの上から強打を叩きつける井上選手。バレナスがぐらつくと、さらにガードの上から強打を振り回しダウンを奪います。ライトフライ級の試合でガードの上から選手が吹き飛ばされるという異様な光景です。なんとか立ち上がるバレナスですが、井上選手がすぐにラッシュをかけダウン。悔しそうにキャンバスを叩くバレナスですが、レフェリーは試合を止め TKO 負けとなりました。試合前、ファンを楽しませる試合になると思うし、多分 KO 決着でしょうと語っていたバレナスですが、皮肉にもそれは別の意味で実現してしまいました。試合後バレナスは、2ラウンドにダウンしたパンチはスピードが速すぎて見えなかった、想像していたよりも強かったと語っていました。ジェイミー・マクドネル戦。2018年5月25日に行われたこの試合は、試合前からマクドネルのナメプは始まっていました。試合前のインタビューでは、井上のファーストネームすらどう発音するかも知らない、俺の方がタフで強い、イージーな相手だと答え、試合前日の計量では1時間以上の遅刻をし、謝る素振りもなかったそうです。これには井上選手も、ふざけているなと思います。謝る態度一つなくて、王者陣営の態度にイラッとしました。明日はそれをぶつけようと思います。1時間オーバーはないですよと怒りをあらわにし、フェイストゥーフェイスでは眼光を鋭く睨みつけ、珍しく熱くなっている様子でした。試合開始前にはこの表情です。試合が始まると、いきなり井上選手が剛腕を振り回します。普段は1ラウンドは慎重に様子を見る井上選手ですが、これだけで熱くなっている様子がわかります。そして井上選手が左のオーバーハンド気味のフックを上から叩きつけ、マクドネルをぐらつかせた後ダウンを奪います。自分よりも10センチ身長の低い相手に上から叩きつけるようなフックで効かせられたマクドネルは、さぞかし驚いたことでしょう。試合開始まだ1分半も経っていない時点での光景です。マクドネルが立ち上がると、井上選手は怒涛のラッシュで長身をキャンバスに沈めました。割って入るタイミングを伺いながら慌てて止めるレフェリーの様子が、このラッシュの勢いを物語っていました。いつも冷静で隙を見せない井上選手がノーガードで強打を振り回し続けたのです。マクドネルの試合前の挑発は大きな代償を払うことになりました。試合後マクドネルは、井上選手は本当に強かった、井上はグレート、パンチもあって素晴らしいファイターだ、地球上で一番強いバンタム級の選手と戦えたと語っていました。青木真也 VS デイビッド・ガードナー。2009年3月8日に行われたこの試合は、ハロージャパン事件として格闘技史に残る有名な試合となりました。試合は終始青木選手が組みつき、グラウンドで攻める展開になります。歴史的なシーンは1ラウンド5分30秒に訪れます。青木選手にバックを取られているガードナー。何を思ったか、ガードナーは顔を上げた状態で手を振り、ハロージャパンと叫んだのです。総合格闘技ファンなら、この状態で顔を上げ腕をフリーにすることが何を意味するか誰にでもわかるでしょう。日本きってのグラップラー青木選手がそんな隙を見逃すはずもなく、すぐにチョークで締め上げると、ガードナーはたまらずタップし一本負けとなりました。この奇怪な光景に視聴者や観客はもちろん、青木選手や解説陣もあっけに取られたでしょう。解説を務めていた須藤元気さんは、チョークが入った時にハロージャパンで取られましたと嬉しそうに語り、試合が終わった瞬間に
グッバイジャパンですねと皮肉を利かせてコメントをしていました。試合後のガードナーのこんなはずじゃといった表情がなんとも物悲しく映っていました。試合後ガードナーはこの件に関して退屈してしまっていたのでお客さんに挨拶を、少しでも試合が楽しくなるようにパフォーマンスをしたのですと語っていました。皮肉にもこの試合はガードナーの思惑通りファンの記憶に残る試合となりました。青木真也 VS 長島ジエンオツ雄一郎。2010年12月31日に行われたこの試合は衝撃的な展開でとても有名な試合です。総合の選手である青木選手とキックの選手である雄一郎選手は1ラウンドはキックルール、2ラウンドは総合ルールで戦うというミックスルールで行われました。この同じ試合の中でラウンドによってルールが変わるミックスルールは今でこそ珍しいですが当時はよく行われていました。互いに得意なラウンドが用意されているとはいえ1ラウンド目が相手の土俵というのは青木選手にとっては不利な状況です。しかし青木選手はこのルールで受けて立ったのです。試合が始まると青木選手が執拗に組みつきクリンチを繰り返します。1ラウンド中盤になるとドロップキックや飛び蹴りなどを繰り返しあからさまな時間稼ぎをし会場はざわつき始めます。会場の空気もレフェリーからの注意も何のその。試合前の会見で2ラウンドになったら5体満足で帰れないと思うんでと語っていた通り、青木選手はこの不利なラウンドをギリギリのルール内で逃げ切り得意な総合ルールの2ラウンドで仕留めるつもりです。この展開に解説を務めていた正人さんはこんな戦い方するならキックルール受けんなって言いたいですねと怒り心頭でしたが、須藤元気さんは空気が読めないとこが最高っすね、テンション上がるなとはしゃいでいました。そして青木選手は思惑通りそのまま1ラウンドを逃げ切ったのです。正人さんはオス選手パンチでぶっ倒してほしいねとあからさまに雄一郎選手を応援していました。そして青木選手が待ち望んでいた2ラウンドのゴングが鳴ります。決着は一瞬でした。2ラウンド開始早々青木選手がタックルに行くと雄一郎選手が右膝をカウンターで合わせ青木選手は失神。雄一郎選手がパウンドを連打するとレフェリーがすぐに試合を止めました。露骨な時間稼ぎをしてまで得意な2ラウンドに持っていった青木選手。しかしその2ラウンドは自身の失神により一瞬で終わらせてしまいました。この劇的な展開に会場は大歓声。正人さんは偉いオツよくやったとスタンディングオベーションで雄一郎選手を称えました。ちなみにこの時青木選手が脱糞をしたという噂が流れていましたが本人が直接否定しています。日本屈指の MMA ファイターの青木選手ですが伝説に残る試合を数多く残しており愛すべきキャラクターではないでしょうか。ジェイソン・ソロモン VS アミンテシュ・チャウベイ。この試合はソロモンが入場から美女を引き連れ時間をかけたり刑事のポストにぶら下がったりと自由奔放自信満々な振る舞いを見せます。集中し外を向いているチャウベイに対し目を見開いて覗き込む挑発をするなどかなり相手を舐めている様子がうかがえます。しかし数秒後にはその余裕はとんでもないしっぺ返しを受けます。試合開始直後不用意に右ストレートを放ったソロモンを待ち構えていたのはチャウベイの強烈なカウンターでした。チャウベイの右がソロモンの顎を捉えるとソロモンはダウン。チャウベイのパウンドにより失神 KO となりました。入場シーンの盛大な振りから瞬殺というあまりに見事な流れでした。堀井翼 VS 金子大輝。2020年6月28日に行われたこの試合は故意でなければ金敵が許されているミャンマーの格闘技ラウェイの現地王者金子選手と五冠王である深志選手と対戦した際に自らを股間王と名乗っていた堀井選手の対戦でした。試合前両者向かい合う時に体をのけぞらせて舌を出す堀井選手。堀井選手は会見などでも笑いを取る選手で会場でも笑いが漏れていました。試合が始まると開始早々
金子選手がインローを金的に入れてしまい、堀井選手はたまらずうずくまります。さっきまでのおちゃらけていた表情とは打って変わってかなり苦しそうです。回復後試合再開するもラベーのルールが抜けきれていないのか、立て続けに2発インローを金的に入れてしまい、堀井選手悶絶。1ラウンドに3発も金敵を入れてしまうという事態に。顔を歪める堀井選手。このまま続行不能となり、堀井選手の反則勝ちとなりました。この時四つん這いになり痛みに耐える堀井選手でしたが、長時間画面に映し出されたパンツの堀井翼のラッキーパンチチャンネルの文字が話題になり、このチャンネルの登録数が急増したそうです。五冠王らしい勝ち方と、長時間画面に映し出されたパンツの堀井翼のラッキーパンチチャンネルの文字など、笑いを取ることが好きな堀井選手にとってはある意味美味しい試合だったのかもしれません。いかがでしたでしょうか。他にもナメプしたらボコられた試合があるかと思います。ぜひコメント欄にて皆さんの好きなナメプしたらボコられた試合を教えていただけたら嬉しいです。Trying to search and destroy. There is no pretense of defense in this ring. Close, he's close. What a brave